こんにちは、なっぴーです。今日はディズニーミニチュアフード24号と25号合わせてプーさんのハンバーガーを作ります。まずは内容物、24号と25号それぞれ粘土が1本ずつ。24号には細い筆、これすごい細いのが入ってるのかと思いきや、6号の時にヤングオイスターの顔を描くのに入ってきた筆とそれほど変わらない雰囲気ですね。ちょっとここが細さが違うかなぐらいな。でも私はコメントで100均のネイル用の筆の方が描きやすかったりしますよって意見をいただいて、今回はこっちで試してみようと思います。あとカゴが一つ。このカゴはね、ディズニードールハウスのマリーちゃんの部屋にね入ってたカゴと同じ感じですね。色がちょっと違うけど。そして25個は前にも入ってきたことがあるお皿、それから積み木が1つ。これもディズニードールハウスでたくさん入ってたので、私はここに増やしておきます。まずはバンズを作ります。愛の分量、一番大きいとこですね。でもそれで1つ分ぐらいだと思うんで、プーさんの顔を失敗したらあれだから3つ分ぐらい取って、これに黄色と黄土色で色をつけます。同じ量を入れるみたいですね。粘土スケール H の大きさ、これで丸玉にします。直径2センチで厚さ1センチに伸ばして、しわしわにしたラップをちょっと当てて質感をつけるって。そしたら裏側を歯ブラシで質感をつける。ちょっとちっちゃい G のサイズでも作っておこうかな。まだ粘土が余っちゃったんで。これで1時間ぐらい乾燥させます。次は耳 B の大きさ、雫型にして歯ブラシで質感をつけるみたいです。ちっちゃい方の耳は A のサイズで作ってます。残った粘土もちょっと水で溶いて使うみたいなので取っておきます。これを乾かしている間にトマトを作ります。赤の絵の具で色をつけます。粘土スケール G の大きさ、これを丸玉にする。直径 2.3 センチ、厚さ2ミリに伸ばす。こんなもんかな。それで抜き型の一番ちっちゃいサイズで抜く。
私のまん丸じゃないんで、ちょっとここいびつになっちゃうところを手で直してます。まとめて大きく広げちゃおうかな。これくらいの厚みになればいいと思うんで。ちっちゃい方のトマトは私はこの粘土スケール E の大きさ、これをプレス機で広げて、作ったこのバンズと同じぐらいの大きさになるように伸ばして、それでちょっと整えて、これをトマトにします。次はパテを作ります。粘土に焦げ茶の絵の具、それで F の大きさ、丸玉にして適当に伸ばして、筆の柄で縁を10箇所ほど押して凹凸をつけます。それで歯ブラシで形を整えながらハンバーグにする。難しいねこれ。こんな形にしなきゃいけないみたい。あ、でも雑に作ればそんな感じになるか。きっと側面が見えやすいと思うから、見えるとこを重点的に。結構ごちゃごちゃの方がいいみたいだから、あえて丸める時もぐちゃぐちゃにして、でここに置かずにこの手で持ちつつ、こんな感じでボコボコにしてから質感つければいいのかな。ちっちゃい方のパテは粘土スケールの E の大きさにしました。これをぐちゃぐちゃにして歯ブラシで質感をつける。これは1日乾かしてから色付けします。これを作ってから2時間ぐらい経っちゃったかな。ちょっとバンズを切っていきます。あまり中がブヨブヨしてると形が歪みそうだったので、外側はまあこれぐらいならどうだろうと思ってカッターの刃にオイルを塗ります。側面から横半分に切ります。私絶対これ曲がって切っちゃいそうなんで回しながら切ります。切れた。そうしたらカットした断面に歯ブラシを押し当て質感をつけます。こんな切り口なみなみなんですけど、
まあ重ねちゃえばわかんないんじゃないかな。写真だとこうやって切ってんですよね。これでもいいのか、こうやって切るのかな、本当は。こうやって持って切るとちょっと怖い気もするけど、この表面のとこさえ切れれば、あとは中はやわやわなんで、こうやって見ながら切った方が切り口が綺麗なのかな。で最後中のブヨブヨを切り落とす。その方が切り口が綺麗な気もするけどわからない今日の最後の工程かな。この残った粘土を水で溶いて、バンズの丸い方の表面に質感をつけるようです。少しデコボコしたような質感が出るようにムラを作りながら塗りましょう。私つるっとしたハンバーガーのイメージだったからどうなればいいのかがわからないけど、なんか適当に塗っとけばいいのかな。ムラになってもいいって言ってるからね、これでいいや。今日はここまでになります。あとは乾かしてから色塗りするようです。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。